ちは、ネイジの猪俣です。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日は数年前に公開しましたワンショルダーのトートバッグの応用編になります。以前よりリクエストを多くいただいていたので、今回は口布にファスナーがついたタイプを紹介したいと思います。初心者様にも分かりやすいようにゆっくり紹介していきますので、よかったら最後までご視聴いただけると嬉しいです。それでは早速始めていきましょう。まず最初に準備するパーツの紹介です。こちらは本体です。縦が72センチ、幅が37センチになります。こちらが外ポケットになります。幅は本体と同じ37センチ、縦の長さは23センチになります。そして今回はファスナーをつけますので、こちらの方のパーツ、口布用のパーツのサイズが以前より少し変わります。縦の長さが6センチになります。横の長さは37センチ、2枚準備してください。キャンバス生地に合わせて使う口布になります。接着芯を貼ってあります。持ち手の長さは28センチになります。縦の長さは5センチです。2枚準備します。持ち手と合わせて使うのがこちらのリバティになります。サイズは4センチ、長さは同じ28センチになります。そしてこちらはポケットの口に使うパーツになります。縦の長さは4センチになります。幅は37センチです。で、今回はワンショルダーではなくポシェットにしたいので、こちらは長さはですね、ワンサイズにしてみました。102センチにして仕上がりを100センチにしています。こちらはお好みで調整してください。サコッシュタイプで短めで使う場合は90センチでも意外と使えるかなと思います。この幅は8センチになります。合わせて使う生地になります。こちらはここの幅を7センチにします。ショルダーの長さは同じように合わせてください。はい、それでは内布の紹介になります。内布の本体は外布と同じサイズで準備をしてください。内ポケットもお好みでサイズの方もアレンジしながらつけてみてください。ポケットの付け方は他の動画の方でも紹介していますので、そちらもぜひ参考にしていただけたら嬉しいです。ファスナーは35センチ。それでは最初に持ち手から作っていきます。すべて同じ作業になります。このように2枚中表に重ねてください。端から1センチを縫います。それではマスキングテープを1センチのところに貼ってガイドにしています。1センチ先に針を下ろして返し縫いからスタートしていきます。付け合わせにして折ります。この部分 2.5 ミリ余らせるようにして折り目をつけます。そうしたらここの際を縫います。同じ要領で持ち手のすべてが縫い終えたところです。で、ここの部分が分かりにくい場合はこの余った部分が5ミリになっていれば大丈夫です。このようにして付け合わせにします。そ
そうしたらリバティの折り目でしっかりパタンと倒していきます。微妙にずれてる場合はちょっと自分で調整していきます。同じようにして際を縫います。今度は端から1.5センチのところを縫います。マスキングテープは15ミリのところに貼っています。このマスキングテープと布端が合うように縫っていきましょう。このように布をめくったら縫い代を倒します。繰り返してこの位置で続いてこの余った布でこう包むようにしてまた折り目をつけます。で倒します。縫い代でここで折ります。折ったら余った布を包んでくるんで留めます。底の合い印から2センチ上のところに印をつけます。2センチで離れたところにつけた合い印に重ねます。縫う場所に線を引きます。しっかり折り目をつけて広げると線が残っているのでそこに合わせて線を引きます。だいたい1センチぐらい開けておきます。そうしたらこの上を縫っていきます。今回は三角になる仕上げ方をしますので、この部分も印を書いておきます。最初に書いた線の上に針を置きます。
まず3目ほど前に進めたらしっかりし30にしてスタートしていきます。はい、ちょうどギリギリのところですね。布が落ちるギリギリのところで止めたら回転させてください。一目横にずれます。回転させてここまで縫いましょう。ここまで。ちょうど一目分なのでここまで縫います。一目回転させてそうしたら中央のところで縫ってきます。そしたら2つに折って重ねてクリップで留めます。輪になった部分は茶柄にしてローマ字の W を書くようにこうして重ねてください。三角待ちの作り方になります。ここだけどうしてもずれやすいのでこの部分は待ち針を留めておくというです。そしたら両脇を1センチで縫います。では表にしていきます。こんな風にマチが三角に現れてきます。内ポケットは他の動画でも紹介していますのでこのようにつけてみてもいいですし、先ほど紹介したように外布と同じようにポケットをつけてみてください。両サイドを1センチで縫います。重なりの部分は返し縫いをしてください。内袋を中に入れます。中央の合い印と脇を合わせます。脇は交互に倒しましょう。そしたらぐるっと一周 5mm で仮止めします。続いてファスナーを縫います。すべてに中央の合い印を入れていきます。輪にした状態でつまんで横2ミリ縦3ミリの斜めに入れて V という形になります。こちらをすべて入れていきます。2枚を中表に重ねて合い印を入れていきます。中央でしっかり合わせたら端から2センチのところ、ここは5センチのところ印を入れます。
2枚重ねた状態で切ります。2センチの合い印のところに合わせます。こんな感じで5センチのところで縦に待ち針を入れます。じゃあここのファスナーは下に下げておきます。2センチの合い印で留めてから折り上げていきます。ここは5センチの印のところになります。針は左側にしておきます。で、最初の針を刺したら待ち針を抜いてください。で、押さえを下げます。で、少しだけ前に縫います。そしたらバックします。そしたらファスナーに中央の合い印をつけます。裏にしてここの部分を同じようにして切ります。そしたら一度ファスナーを閉じます。閉じたらこの反対側のこの中央にも合い印を入れます。印に合わせて重ねます。ファスナーを縫い込まないようにしっかりずらしておきます。そしたら今度は端から端まで7ミリで縫います。マスキングテープを貼っておくといいですよ。ずれないように目打ちでしっかり貼っておきます。で、重なりのところは返し縫いをしてください。はい、縫い終えたところです。こんな感じでファスナーがこう離れて持ち上がっているような状態になります。縫い代を下ろしておきましょう。両方の縫い代を倒しておきます。はい、それでは反対側を合わせていきます。中央を重ねて2センチでつけた合い印のところにぴったり合わせます。はい、そしたらここの5センチのところで待ち針を縦に分かるようにして合わせます。で、縫い始めのところはこのようにして三角で編みます。で、縫い終わりのところからぐっと下げてクリップで留めます。はい、そしたら先ほどと同じようにして5ミリで縫います。最初の縫い始めの合い印に針を刺して待ち針を抜きます。3目ほど前に進めます。で、これ返し縫いします。今度ファスナーの終わりまでいきましょう。で、前に進んで縫っていきます。最後のこの
縁布を重ねます。中央で合わせて、で表にしてから揃えていきます。はい、そしたら先ほどと同じように端から端まで 7mm で縫います。この重なりのファスナーの開き口とファスナーの終わりのところは返し縫いをしてください。はい、じゃあ同じようにして縫い代を倒したところです。この空いてる部分がほぼ同じぐらいになるようにするのが理想的ですね。両脇を重ねます。縫い代は交互に倒します。でこのような感じで輪になっている状態で両脇を1センチずつで縫っていきます。はい、それでは1センチ先に針を下ろしたら押さえます。返し目からスタートします。でここの脇の重なりのところはずれやすいので、しっかり目打ちで押さえて、ここも返し縫いをします。そしたら縫い代を開いて、この部分を両脇5mmずつで縫います。少し狭くてやりにくいですけれども頑張ってください。じゃあ5mmほど手前に来たら布を回転させます。はい、そうしたら今度は縫い残しておいたファスナーの際を縫うので、この部分をしっかりと折ってクリップで留めていきます。縫い始めはファスナーエンドの方からここからぐるっと一周際を縫います。それでは針を右側にして際 1.5mm ぐらいのところを縫っていきましょう。じゃあ5センチぐらい手前に来たら最初の糸を切ります。でここのだいたい1センチぐらい重ねて縫い終わりましょう。そしたら少しだけ返し縫いします。こんな風にちょっとロックミシンで綺麗に整えてみました。あとはハサミで切り揃えておくといいですよ。それでは持ち手をつけます。持ち手の付け位置は中央から5センチずつになります。両方まとめて切るので中央を合わせてクリップなどで留めたら同時に切ります。深さ5mmぐらいで切ってください。合い印の外側に持ち手をつけてください。この間が10センチになっているようにしてください。はい、じゃあ持ち手がねじれてないかをしっかりと確認して、こっ
ちが表になりますので、表を内側にして、ファスナーの開き口をこのタグと反対側にしていきます。こちらはお好みで付け替えてください。はい、全て留め終えたらぐるっと一周 8mm で縫っていきます。はい、縫い終えたところです。先ほどちょっと忘れて一緒に縫っちゃったんですけれども、ショルダーの方は荷物で結構ここの持ち手のところに力が加わりますので、1センチぐらいだいたい余分にですね外に出すようにして縫い合わせてください。ちょっと私もよく間違えて縫ってしまうので一度ほどいてやり直しました。はい、それではプチ布をこう内に上に持ち上げていきます。今回持ち手はそんなに荷重がかかんないかなと思ったのでそのままになっています。こちらはねぴったりにしてるんですけど、肩にかけるショルダー部分だけ1センチ伸ばしています。縫い代のところをしっかりと押さえていきます。この脇から5ミリを一度縫っていきます。その後もう一回離れて5ミリのところをぐるっと一周縫っていきます。針を動かして一番今右側にしています。縫い始めは少しゆっくり厚みがありますからね、スルスルと刺していくような感じです。そしたら縫い始めの糸を切ります。縫い目を重ねてください。はい、こうなります。そしたらこの縫い目からまたさらに5ミリのところを縫っていきます。これで縫い代が隠れていきます。この縫い始めは縫い代が隠れるように少しですねちょっと動かして調整しながら少し薄くなったところを縫っていきます。縫い代がここで包まれるのをちょっと意識して指先で触りながら縫っていきましょう。はい、いかがだったでしょうか。こんな感じで縫い終えたところです。ここの部分ちょっと厚みがあるので少しやりにくさがあったかもしれないんですけれども、ゆっくり進めていけば縫えるかなと思います。で内側の縫い代がこのような感じでしっかりと閉じられてる、ちょっと見えますけれどもこんな感じで仕上がっていっています。縫い代1センチにするともう少し見えてしまうので縫い合わせの時は8ミリをおすすめしています。では最後にファスナーエンドの仕上げ方を紹介します。ファスナーエンドは革で閉じる方法もあるんですけれども、今回はカシ目を使わずに布だけで仕上げる方法を紹介していきます。で今回歯切れが余っている歯切れがあるのでこちらをそのまま使っていきたいと思います。こちらだいたい 7.5 センチぐらいの正方形で準備しました。まず2つ折りにしてここの脇の部分を縫います。はい、このようにして縫い終えたところです。そうしたらファスナーをこれつけちゃった後でやってるんですけれども、このパーツをつける前にやった方がやりやすいかなと思います。ちょっとね最後に紹介していますけれども、これをファスナーに通していきます。でこのギザギザを出した状態でちょうどここ見えないんですけれどもファスナーの金具があるのでここを避けてこの部分の際を縫っていきます。はい、このような感じで縫い終えたところです。そ
そしたら表にします。こんな風にして裏はこのようになってます。そしたら三つ折りにします。リバティは薄い生地なのでこういう風にできるんですけど、もうちょっと厚い生地だったらやり方もうちょっと工夫してください。同じ厚みになるようにして三つ折りにします。ここの際を縫います。はい、ちょっと動画の方は撮らなかったんですけれども、ここの際の部分だけにするか、周囲のところも一緒に気になる方は縫ってみてください。はい、これで完成になります。で、最後にこちらの方をつけたんですけれども、ファスナーのこのパーツができた時にこちらの方を仕上げてから進めることをお勧めします。是非皆様はそのようにしてみてください。はい、いかがだったでしょうか。今回はリバティで仕上げてみたんですけれども、以前の動画のようにシーチングを使って作ることもできます。その場合はこちらのようにこの口布で接着芯を貼ったんですけれども、接着芯の方は貼らずに仕上げることもできますので、リバティだとちょっと難しいかなと思われる方はシーチングの方でも試してみてください。それではサイズの紹介です。縦の長さはだいたい30センチくらい、横の長さは26センチ、上の方は少し大きくなりますけれどもマチがついていますので、こちらの底マチは8センチになります。で、持ち手の長さは今回26センチにしました。ワンサイズで100センチで仕上げています。こちらは、私は身長160センチほどなんですけれども、この状態でつけると、腰の高さでちょうどいいサイズ感になっています。素敵なバッグ作りのお役に立てたら嬉しいです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。